こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。春も本番、うららかな日が続く中、ご覧のようにしだれ桜が見事な花姿を見せています。不思議なものです。ついこの間まで枝だけだったものがこんなに綺麗な花を咲かせて、桜、日本人にとっての桜というものは梅と並んで特別なものかもしれません。なぜでしょう。1000年以上前から続くこの桜を題材にした文化、たくさんありますが、今日はこのしだれ桜一つがどのように変わっていくか、その心の中と飾りの内容をお伝えしたいと思います。お楽しみください。咲き始めは白花の状態の富士桜。日が経つにつれてうっすらと紅色を浮かべてきます。そして紅が強くなれば、いずれハラハラと散ってゆく。日本人は満開の桜の美しさの他に、それが風にハラハラと落ちていく姿、ここに深い思いを寄せました。1100年前の日本の和歌、古今和歌集にもこのような歌が残されています。久方の光のどけき春の日に、静心なく花の散るらん。のどかな春の日の中に咲く花、なんてのどかな中だろう。でもその美しい感動の中に、桜は散っていく。なぜそんなに急いで散るのだ。こんなことを歌ったと言われます。これは日本の歌人36歌仙の一人、紀友則が残した歌です。そこから200年、約900年前、平安末期から鎌倉期にかけて活躍した西行法師が残した歌はあまりにも有名です。願わくば花の下にて春知らん、その如の望月の頃。できれば桜の花が咲き、ハラハラと散る中で一生を終えたい。それは2月の満月の頃だ。この頃の2月というのは旧暦ですので、今の3月の満月の頃、つまり3月の15日ぐらいになります。西行法師はまさにその頃に一生を閉じました。桜、命の謳歌を歌うと言われる日本人の心。どれだけの思いを込めて人は桜をめでたのでしょう。桜の後ろに浮かぶ月。飾りの基本と言われるような掛け軸の合わせです。ただ、雲月と言われるこの月、どうでしょう。しっかりした輪郭。こうこうと光る月。皆さんはこれに春を感じるでしょうか。純質な潤いのある春の空気。うららかな春は、おぼろと言われる季節でもあります。できれば、同じ掛け軸でも、吟味の上を重ねれば、このような掛け軸ではない、もう一つの月をかけてみたいものです。先ほどのくっきりとした澄み切った空気の中に浮かぶ月。それとは違い、いかがでしょう。絵全体が湿気で花曇るような空気。そこにぼーっと霞むように浮かぶ月。これこそが桜の頃のおぼろ月というものです。日本人は月一つをめでるのにもいくつもの名前を
用います。桜にはこのようなあでやかで、そして穏やかな月がよく似合います。さて、この2点だけでも十分なしだれ桜の盆栽飾りの基本になります。ただ、もしここに何かを添えてさらに物語性を出そうといえば、いろいろなものが使えます。一つ一つご覧に入れましょう。しだれ桜の下に、静かな、のどかな、わら屋根のいおりを置きました。これを一つ置くことで、桜とおぼろ月、そしてこの草庵、これが一つの人がいないのに人のいる生活を感じます。野山の桜から人と出会う桜へと変化していることを示しています。盆栽の典型に日本の古典的な人形、それを使うというものは特別な時が多いですが、桜のような匂いあでやかで季節を彩る時には、木目込み人形なども良いものです。木の友則が桜を歌った歌を残すように、宮中や公家の文化の中に桜をめでることがあったことを、ここにある殿上人の琵琶弾きが物語っています。京の都。今でもこの観光の季節に桜をめでる方々が海外から多く訪れます。様々な寺社仏閣に咲く桜。まさにその斜塔の向こうに咲く桜。その上に仰ぐおぼろ月。これも一つの京都、都の古典の風景を浮かび上がらせた桜飾りです。望月の歌を残した西行法師。旅の途中で多くの桜をめでたもんでしょう。このように、佇む僧侶、そこに仰ぐ桜。このような席も物語として面白いものです。謡曲や能の題目に、賞状というものがあります。花見の桜の下で、一根傾け、ほろ酔いとなって、人手舞おうと言って舞う姿。赤らんだ姿。それがまさに桜の花と共鳴する日本の伝統的な木彫の姿です。しだれ桜とおぼろ月。基本的な一番正しい飾りをご覧に入れて、その脇の典型使いも皆さんにお伝えしました。季節は春、水ぬるむ頃です。水石を趣味に持たれる方々、ここに水石を合わせられないのかとお思いでしょう。一つ、桜に合う水石飾りをご覧に入れましょう。桜に合わせたのは、鞍馬石の水盤飾りです。薄めで広々としたその石。よく見れば、そこにわずかな水を浮かべる場面があります。これを山あいの湖と見るも、池に映る月という見るも、その人の見方ですが、春爛漫の頃となれば、水使いが飾りの中にあってもありがたいものです。あえて桜の色を壊さぬように、名器、桃水の楕円の水盤、しかも水を感じるこの水色。鞍馬石の渋さと相まって、おぼろ月をよく映してくれます。水盤使いで、やはり大切にしたいのは、この春は水打ちをしたいものです。すでに水石の砂は一度水を打って引かせています。
ただ石が乾いた状態よりも、これがしっとりと石肌が水にぬるむこと、そしてこの薄だまりに月が映るようにしてあげたいと思います。霧吹きで結構です。すでに一度水打ちをしているので、このように石に水を与え、この水たまりに水がよく溜まって、これこそが月を映しているんだなと思えるようにしてあげたいものです。あまりに水が多いときは、石の肌の水を少し取ってあげます。このような形になると、水ぬるむ水石飾りになります。儚く咲くしだれ桜。そこに浮かぶおぼろなる月。その月影、花影を映す水藻を見せる蔵前石の水盤飾り。まさに春桜の盆栽、掛け軸、水石。これの三位一体飾りの完成です。桜の飾りをご覧に入れましたが、外の景色、空気と同じように季節は移りゆきます。まもなく桜もわずかな花の命を終えるでしょう。その時に移りゆく世界を今日のおまけで水石飾りをご覧に入れます。しだれ桜も散り、山々の山桜もこの絵のように雨に濡れています。空に浮かぶぼーっと霞むおぼろ月。そしてその下に水をたたえる蔵前石。先ほどの蔵前石を表裏逆転の流れで飾ってみました。静かな席ですが、掛け軸を中心とした春、名残の桜を楽しむ席としてお伝えします。いろいろな飾り、日本の文化や歴史、文学、水石や盆栽を飾るときに、その内容を深く深く理解することで、飾りは一層深い、香り高いものになります。皆さんもぜひ、いろいろなことに挑戦してください。わびチャンネルは、季節季節の楽しみ、もちろん手入れや管理、様々なアーカイブ用意してあります。ぜひ、チャンネル登録をなさって、お楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。